どうもいつもお世話になっております。ぬけまるです。今回は、クルーザー旧霊式3層の解説動画です。はじめに、この動画は早期攻略動画のため、今後、より最適な解放が見つかる可能性があります。その点をご了承ください。ギミックの説明は、流れを把握しやすいように、このような図解を交えながら進めていきます。また、今回はこのようにマーカーを設置しています。一つの参考としてご活用ください。それではよろしくお願いします。スマッシュインパクト。6連続の全体攻撃です。軽減をしっかり入れてください。ストーンメッポンとニアファースマッシュの流れ。まずはストーンメッポン。ボスがコンボか剣のどちらかを構えます。コンボだったら、ボス中心の円ハンニが来るので離れましょう。剣だったら、ドーナツハンニなのでボスに近づきます。次に発動するニアまたはファースマッシュの詠唱が終わった瞬間に、ハンニ攻撃が発動します。つまり、避けるのはスマッシュ詠唱完了時です。避けた後すぐに、詠唱していたニア、またはファースマッシュが来ます。ニアまたはファースマッシュ。これは近くの人、または遠くの人を狙う強攻撃です。ダメージをシェアできるので、基本はタンク2人で受けるか、無敵で対応します。詠唱名にニアと出たらタンクはボスに近づき、ハーだったらタンクはボスから離れましょう。他の人はタンクと逆方向に動きましょう。ポイントは、範囲を避けたらすぐに位置を切り替えることです。ここでもたもたしていると、誘導がうまくいかず崩れます。それぞれの動き方を表にまとめておきます。次にドーナツハンニパターンを見てみましょう。このギミック、ハンニ攻撃からスマッシュ誘導までの時間が本当に短いです。ハンニを避けたら、すぐに次の位置へ動きましょう。特に注意してほしいのが、ドーナツハンニの避け方です。この時、ドーナツハンニを避ける時にボスのど真ん中まで入り込むと、移動距離が増えて間に合わなくなることがあります。なので、ドーナツハンニは、ボスの竹座上で避けるイメージで OK です。これを意識するだけで、無駄な移動が減って、ご誘導もしにくくなります。残り2つのパターンと、タンクの視点もおまけで見てみましょう。コンボとファースマッシュです。次に、剣とファースマッシュです。おまけでコンボとニアスマッシュのタンク視点です。後半にも来るので、その時にファーのタンク視点をお見せします。先に進みます。スパーサック。マップの4カ所に円範囲の予兆が出て、そこに種が落ちてきます。その種からツタが伸び、種とその伸びた先に再度円範囲が派生します。この種が落ちる場所には2つのパターンがあります。ツタの伸び方によって範囲が変わるため、アンチの判断がしやすいように、同じ種の位置で説明します。近接は、手前側の東か西に落ちてきた種に注目し、その種のツタが中央に伸びてくるかを見ます。伸びてきたら反対側、伸びてこなかったら種側にアンチができます。平遠隔は、南北の種を見ておいて、角が潰れるかを見ておくとか、自分で覚えやすいものを見つけると良いと思います。さらにこの後のギミックに備えて、各アンチにこのような3回をしておきましょう。種が落ちる場所、伸びる方向など複数のパターンがありますが、最終的に範囲は2パターンになります。私は東西に落ちた種にカメラを合わせ、どちらに伸びるかを見てアンチを判断しています。スカッターシード。4人に頭上マーカー、残りの4人には追尾型の円範囲予兆が来ます。これらはボスから近い4人、または遠い4人にどちらかがつきます。つくタイミングは先ほどのスポアサックのアンチにいる時です。まず、頭上マーカーの4人の動きを説明します。マーカーがついた4人は、このマップ模様を目印に範囲を捨てましょう。この円範囲が着弾すると、足元に8方向の直線範囲予兆が設置されます。このギミックを、以降、シードと呼びます。一定時間後にその直線範囲が8方向に広がります。直線範囲と同時に、
無影状の44頭割りが来ます。中央にできたアンチで MT 組、ST 組に分かれて頭割りを受けましょう。では実際の映像を見ます。シードがついたら、あらかじめ決められた位置に3回します。円ハンニが着弾した後、種が落ちてきたタイミングで足元に8方向の直線ハンニ予兆が設置されます。ですので、種が落ちてきたのを見てから、中央側の予兆のアンチに駆け込みます。そして、そこで44頭割りをします。次に追尾型の円ハンニが来た4人の動きを説明します。捨て方ですが、初期位置が異なるため、捨てる位置が異なります。この時、各3回位置であらかじめ他の人と重なっておくと、この後着弾するハンニがばらけず捨てられます。そしてこのようなルートで4発捨てていきます。捨てた後は、頭上マーカー組の8方向の直線ハンニが伸びますので、中央アンチで44頭割りをします。一定時間経過後に、捨てたところに再度、先ほどより大きい円ハンニが派生します。大きい円ハンニは、近接が捨てた場合は北側がアンチ、遠隔が捨てた場合は東西がアンチと覚えましょう。まずは、近接組の足元に円ハンニがつくパターンを見ていきましょう。この場合、遠隔組には頭上マーカーがつきます。処理の流れは、まずはスポアサックの決められたアンチに集合しておきます。足元に円ハンニがついた近接4人は、北、中央、南の順に4発のハンニを捨てていきます。ハンニをすべて捨て終わったら、8方向直線ハンニのアンチへ移動します。最後に、先ほど捨てた円ハンニが拡大して再発動するので、それを避けるために北側のアンチへ移動します。次は、遠隔組の足元に円ハンニがつくパターンです。この時、近接組には頭上マーカーがつきます。処理の流れは、まずはスポアサックの決められたアンチに集合しておきます。足元に円ハンニがついた遠隔4人は、南北の外周を沿うように3発のハンニを捨て、最後に中央に入るように残り1発を捨てます。ハンニをすべて捨て終わったら、8方向直線ハンニのアンチへ移動します。最後に、先ほど捨てた円ハンニが拡大して再発動するので、それを避けるために東西のアンチへ移動します。先に進みましょう。ザコフェーズ、クロッシングゲール、リングゲール。実は先ほどのギミックの処理中に、ザコが出現しています。ザコはスポアサックの種が落ちた位置に出現するため、東西南北に1体ずつ出現しています。ちなみにフェーズ3の地下マップでもザコが4体出現し、それぞれヘイトを取る必要があります。ここでは、その時の配置と合わせて、MT が北と西側、ST が南と東側のザコを担当するとスムーズです。ただ、担当するザコの出現位置が遠いことがあります。ですので、足元円ハンニやシードがついた時に、担当する南北のザコを優先的に取ると良いでしょう。ザコの栄唱攻撃と沈黙対応。ザコたちは途中で、クロッシングゲールとリングゲールの栄唱を行います。これらは沈黙で止めることが可能です。中でも、リングゲールは優先的に止めたいです。敵視リストを見て、MT が上から、ST が下から確認して栄唱を止めましょう。レンジもリングゲールの栄唱を止めれる準備をしておきましょう。ドーナツ班には止めてくれると信じて、十字班には気合で避けてください。別の決め事の例として、上から1人ずつ担当ザコを決めておくことで、沈黙が被らず3つは止めることができ、範囲は1つだけになります。つまり、範囲がどれかを考えず、誰がどのザコを止めるか固定してしまう方法ですね。基本は MT が上から、ST が下から確認だと思いますので、何もなければこれでやってください。ザコの影に隠れて石化回避。ザコを倒すと、その影に隠れることで石化の波動を回避できます。ザコに隠れることを意識しましょう。上から見たときに、紫の花の後ろに立つのが目安です。距離減衰ギミック。石化後、マップ上の3カ所にカメラが落下し、それぞれから距離減衰攻撃が来ます。出現順に距離を取って処理する必要があるため、落下した順をしっかり確認しましょう。この時、MT はボスをマップ中央に誘導してあげると、近接が攻撃しやすいです。ただし、着弾時はしっかり離れないと即死級のダメージをもらえます。ストーン6本。剣なのでボスからのドーナツ範囲ですね。ファースマッシュ。ファーなのでタンク離れる。他の人は近づくです。ゾーンスマッシュ。対象のヒラに向かって頭割り攻撃が飛んできます。さらに、ボスから全員に向けて奥義範囲が来ます。
扇範囲はボスの向きを基準に8方向3回しましょう。この時、ターゲットサークルを目印にすると3回しやすいです。ただし、ボスの足元には円範囲が派生するため、ターゲットサークルの外側で3回するようにしてください。また、頭割りはボスの正面で行い、ボスの向きが変わらないようにすると安定します。ネオボンバリアンスペシャル。北側のマップに飛ばされるようにしましょう。ここはギミックというより演出パートとなっています。ここから中盤のマップでのギミック処理になります。ストーンウープン、ブルートスイング。武器を構えます。今回は剣なので、ボス中心のドーナツ範囲です。まずは茨がボスから外周の壁に向かって伸び、その位置にボスが移動して武器に応じた範囲攻撃を行います。ブルートグラワー。ボスの前方に直線範囲攻撃、さらに全員に円範囲が着弾します。ボスの正面を避けた位置で、あらかじめ決められた位置に3回しましょう。具体的な立ち位置ですが、D1 は角、D2 は外周端で殴れる距離で大丈夫です。ST は床模様の口の右上に立つとか、タンクは床模様を目印にすると良いです。このマップではボスが移動し、武器の範囲、その後ブルートグラワーという一連の流れがセットなので覚えておいてくださいね。ゾーンワールド。全体攻撃です。グラワーの後にすぐ来るので、軽減は2つの攻撃をまたぐように使いましょう。ゾーンデスマッチ。ボスからヘイト1位の人に全とデバフがつきます。この線はこの後もたびたび登場するため、以降、デスマッチと呼んで説明します。デスマッチ中は、ボスから距離を取るほどデバフのカウントが増加し、継続ダメージが強くなっていきます。この状態を、デスマッチ1やデスマッチ2などと呼んで区別します。ストーンウェポンでボスがコンボを持ちました。移動したら円範囲と覚えておきます。ブルートスパーク。どちらかのタンクにフレアマーカーがつきます。フレアがついたタンクは、他のメンバーと距離を取って受けましょう。もしデスマッチがついているタンクにフレアが来たら、タンクスイッチで線を渡し、フレアはそのまま離れて処理します。ちなみにこの位置関係であれば、タンクはギリギリボスを殴りながらフレアを受けることが可能です。ノラだと難しいと思いますので、タンクは殴れなくなりますがしっかり離れてください。スパークラウド。マップ全体に円範囲が3回に分けてきます。同じ位置には来ないため、2回目、3回目の予兆で待機し、1回目の着弾跡地に移動することで回避できます。このように種が降ってきたら移動という感じで OK です。このギミック中、ボスが他の壁に茨を伸ばします。今回はコンボを構えているため、移動先で円範囲攻撃を行います。さらにブルートグラワーがセットで来るため、あらかじめグラワー用の3回位置近くへ移動しておくことが重要です。注意点です。グラワーでマップ奥側に3回する人は、早めに移動して位置を確保しましょう。移動と回避が重なる場面なので、予兆の順番と茨の位置、3回位置をしっかり意識しておくと安全です。遠隔視点も見てみましょう。ゾーンデスマッチビルディング。ここでは、これから挑戦する人にもおすすめの処理法、去り式をご紹介します。ビル3つのうち、ボス正面からはヘイト1位にデスマッチがつき、残り2つのビルからは最も近い人にデスマッチがつきます。去り式では、ボスの位置に関係なく、長方形フィールドの短辺は D3、長辺は D4 がデスマッチを担当しましょう。石屋式をやる場合は、ボスに近い短辺のデスマッチは D1 が担当します。ブルートスパーク。タンク1人にフレアマーカーがつきます。先ほどと同様、フレアは他の人から離れて処理しましょう。ボス近くの短辺に壁がある、ないで、フレアのステージが変わるので注意が必要です。その2つのパターンを実際に見ましょう。ボスの近くに短辺のビルがある場合です。ボスから短辺のビルが遠い場合です。近接視点だと全体が見えづらいため、
このまま D4 視点で先に進みます。ブローシード。まずはギミックの流れから説明します。タンクヒラから1人、DPS から1人にシードがつきます。シードが着弾すると種が落ちて、足元に8方向の直線範囲予兆が発生します。続いて別の2人にシードがつき、着弾と同時に前の人が捨てた直線範囲が発動します。これを2人ずつ、計4回繰り返します。ここでの注意点として、3人にデスマッチが常についており、対象者が離れるほど継続ダメージが増すため移動に制限があります。そのため、事前にシードのステージや動き方を決めておくことが重要です。現時点ではこのギミックにはサリ式と石屋式の2つの処理方法があります。今回は動画の長さの都合もあり、サリ式のみをご紹介します。これから挑戦する方にもおすすめの処理方法ですので、ぜひ参考にしてみてください。サリ式のメリットは、近接 DPS が攻撃を止めずに処理できる点です。以前は D4 に単体回復が必要という課題がありましたが、動画内で紹介する立ち位置を取ればそれも解消され、ほぼデメリットのない処理法になります。まず、デスマッチですが、必ずフィールドの短辺を D3、長辺を D4 が担当します。そしてシードは、1、3回目の奇数回に角や中央端、2、4回目の偶数回にマーカーや赤丸の場所に落とします。中央端と言われても人によってズレがあるので、この図の位置に置くのがおすすめです。ずれると直線範囲もずれて危険です。アンチの場所は奇数回、偶数回問わず完全アンチになります。それぞれの動きを説明します。まず、タンクヒラの動きです。何もついていないときは、アンチにいます。ヒラは、ボス前のアンチを利用しても問題ありません。奇数回にシードがついた場合は、ボスから近い方の中央端にシードを捨てましょう。偶数回にシードがついた場合は、ボスから近いマーカーにシードを捨てましょう。次に D1、D2 の動きです。何もついていないときは、アンチにいます。奇数回にシードがついた場合は、ボス前の角にシードを捨てましょう。偶数回にシードがついた場合は、赤丸の位置にシードを捨てましょう。次に D3 の動きです。D3 は必ず短辺のデスマッチを担当します。シードの付与に関わらず、奇数回はこの角、偶数回は赤丸に移動し、D3 はこの2箇所を往復する動きになります。ただし、メレーがこの赤丸にシードを捨てに来るときだけ、緑の四角に避けましょう。最後に D4 の動きです。D4 は必ず、ボスから反対の長辺のデスマッチを担当します。シードの付与に関わらず、奇数回にボスから遠い方の中央端、偶数回はこの赤丸に移動し、D4 はこの2箇所を往復する動きになります。初期では偶数回にマーカーへ行くこともありましたが、その場合デスマッチが3になり、D4 に単体ケアが必要になります。ですので、D4 の偶数回はここの赤丸の位置を使えば、デスマッチ1で処理できるます。4回目のシードを捨て終わると、タンクヒラまたは DPS の4人に頭割りマーカーがつきます。この図の位置で、あらかじめ決めたペアで頭割りをしましょう。ただし、D さんがボス側でデスマッチをしている場合は、H1 は注意が必要です。シード4回目で右側のアンチを使っていた場合、D さんとの頭割り位置までの移動距離がかなり長くなってしまいます。そのため、自分がすでにシードを捨て終わっているなら、ボス前のアンチを使っておくと、移動が短くなって楽になります。では実際に見てみましょう。近接視点だと全体が見えづらいので、遠隔視点で確認していきます。まず1回目、奇数回の処理です。シードがついたのは ST と D1 です。ST はボス側中央の端、D1 はボス前の近い角にシードを捨てます。他の人は1回目のシードの範囲に当たらない位置であれば、どこにいても大丈夫です。続いて2回目、偶数回です。シードがついたのは MT と D4 です。MT はボス前のマーカーに、D4 は映像で示している位置にシードを捨てます。D4 はこの位置に捨てれば、デスマッチのカウントが1のままです。3回目、再び奇数回です。シードがついたのは H2 と D3 です。H2 はボス側中央の端、D3 はボス側の遠い角に捨てます。そして4回目、偶数回です。シードがついたのは H1 と D2 です。H1 はボス前のマーカーに、D2 はこの図に示した位置にシードを捨てます。ただ、今回の映像では D2 の位置が映っていないため、次に D2 視点の映像を流します。そちらで位置と動きをしっかり確認しましょう。4回目で設置した範囲が終わったら、頭割りマーカーがつきます。あらかじめ決めておいた位置で、
ペア頭割りを行いましょう。そして最後に頭割り位置に表示された8方向直線範囲を避けましょう。次は D2 視点の映像です。近接 DPS なので視界はボス前が中心ですが、サリ式のメリットである常に攻撃を続けられる動きをご覧ください。基本的には完全アンチで待機し、シードがついた時だけ奇数回、偶数回それぞれ決められた位置に捨てに行くだけです。先ほどの遠隔視点では映っていなかった偶数回のシード捨て位置がここになります。4回目の範囲が終わったら頭割りマーカーがつくので、あらかじめ決めておいた位置でペア頭割りをしましょう。最後に頭割り位置に表示された8方向直線範囲を避けましょう。回避するときに、ボスから他のビルへ移動する茨が伸びました。実は先ほどブローシード2回目の時に、ボスは剣を出していました。そのため、移動先ではドーナツ範囲、グラワーの攻撃が続けてきます。ゾーンワールド。全体攻撃です。グラワー後に続けてくるため、軽減はこの2つをまたぐように合わせましょう。パワーダイブ。全体攻撃に加えて、床が崩壊し、マップ3つ目へと移動します。最後のマップでは、はじめに2分バーストをします。スマッシュインパクト。7連続の全体攻撃です。軽減を重ねて対応しましょう。ストーンレッポンツイン。両手に棍棒と剣を持ちます。まずは、どちらが光るかを確認しましょう。ボスが茨で繋がれた先に移動します。移動先で、光っていた武器による範囲攻撃が来ます。今回は剣なのでドーナツ範囲です。ゾーンワールド。全体攻撃です。無影状になってました。IB ラリアット。マップの反面より少し広い左右の範囲攻撃です。攻撃が来るのは、ボスが投げた武器を持っていた手側です。少し巻き戻すと、武器が光る。ボスが移動し向きが来る。武器を投げる。投げた手でラリアット、という流れです。つまり、移動前に光っていた武器側がアンチ、なので、あらかじめ寄っておくと判断がスムーズになります。範囲を避けたら、ボスは別の壁に移動し、残っているもう片方の武器で再度範囲攻撃をしてきます。その後、ブルートグラワーが来るので、武器の範囲を避けた後は3回しましょう。ブルートダイブ。マップ中央に塔が出現します。タンクが1人で入り、無敵で対応します。ブルートスイングからグラワーの悪い例を示します。ボスの移動先によって大きく移動する近接は、特に注意が必要です。早めの移動を考えておかないと、ブルートグラワーの3階に間に合わなくなる可能性があります。これは ST さんが気を利かせて奥に詰めてくれました。イケメンナイトさんですね。先に進みます。スマッシュインパクト。8連続の全体攻撃です。ストーンレッポンとニア、ファースマッシュがセット。今回は MT 視点を見ましょう。剣からファーなので、タンクは離れる、他の人は近づくです。後半はブルートダイブで無敵を使うので、ここはタンクで頭割りをします。ゾーンデスマッチウォール。東西南北の外周から最も近い人に茨の線がつきます。ヒラと遠隔 DPS の4人があらかじめ決められた位置の線を取り、外周に寄りましょう。スッポアザック。前半でも出てきたギミックです。マップ4カ所に円範囲とともに種が落ち、そこからツタが伸びて再び円範囲が派生します。ヘビーシード。タンクヒラまたは DPS の4人に頭割りマーカーがつきます。マクロ等で決めてあるペアで頭割りを行います。頭割りする位置は、東西南北の最外周です。頭割りが終わると足元に8方向の直線範囲予兆が設置されます。これを決められた位置にきちんと置かないと、次のアンチがかなり狭くなるため注意しましょう。ペア頭割りを受けている時に、雑魚が出現します。
タンクは8方向の直線範囲を避けつつ、自分の近くに出現した2体の雑魚のヘイトを取りましょう。また、このフェーズでは、雑魚をすぐに倒す必要はありません。石化の波動。前半と同様に雑魚の影に隠れて回避します。タンクは、茨の線が繋がっている遠隔組の位置にも配慮し、雑魚をマップの角側へ誘導しましょう。遠隔組も、外周側でボスと自分の間に雑魚を挟むように立ち位置を調整しましょう。雑魚は石化後に一発で倒せるようになるため、そのタイミングで処理します。その後、近接組は北西の攻撃が届くギリギリの距離に集合します。スカッターシード。前半にも登場したギミックです。4人に頭上マーカー、残り4人に4連続の追尾円範囲が足元につきます。それぞれのパターンは図のように処理します。近接組は北西の MT の位置、遠隔組はそれぞれの外周が初期位置です。では、実際の映像を見ましょう。近接組に足元範囲、遠隔組に頭上マーカーがついた場合です。近接組は MT の位置に集まり、足元に円範囲が来たら、ボスを殴りながら時計回り方向に捨てていきます。遠隔組は、マップの東西南北の十字方向の外周に、頭上マーカーを捨ててください。この時、近接組は円範囲を外側に広げすぎると、外周にいる遠隔組の負担になるので注意しましょう。ここでのソーンスマッシュには、いくつかの注意点があります。8方向の直線範囲を避けるアンチは、南西の外周側が多いです。ただ、頭割りはその場で受けず、マップ中央側に移動して頭割りを受けましょう。そのまま受けると、次に来るボス基準の8方向3回で、外周側の人のスペースがなくなります。さらにボスの正面で頭割りを受けてください。中央に行く時にボスを通り越してしまうと、ボスがジャンプで向きを変え、その後のボス基準の8方向3回が崩壊してしまいます。近接組に頭上マーカー、遠隔組に足元範囲がついた場合です。近接組はマーカー間を使い、十字に頭上マーカーを捨てます。遠隔組は自分の担当する外周を沿うように、4発追尾型の円範囲を捨ててください。近接組が頭上マーカーを捨てた時は、8方向直線範囲のアンチが非常に狭くなるため気をつけてください。中央付近のアンチで各自回避します。ソーンスマッシュ。前半と同様の頭割りからの8方向3回ギミックです。ヒラに頭割りマーカーがつくので、対象のヒラに集合して頭割りをします。その後、ボス基準の8方向3回です。ボスの向きに注意して3回しましょう。スマッシュインパクト。8連続の全体攻撃です。ストーンレッポンツイン。ボスが両手にコンボと剣を構えます。ブローシード。さらにタンクヒラまたは DPS4 人に頭上マーカーがつきます。これは着弾後に8方向の直線範囲予兆が設置されるギミックです。ボスがどこを向いているか分かりづらいため、ここではマップ基準で頭上マーカーを捨てます。各自、自分の担当マーカー位置へ移動しましょう。続いて、ボスが茨で外周とつながり、移動後に光っていた武器による反離攻撃が来ます。このタイミングで、先ほどの8方向の直線範囲も同時に発動します。ボスの範囲と直線範囲の両方を避けられる位置で回避してください。今回は剣が光っていたため、ボス前方のドーナツアンチ内で回避します。IB ラリアット。ラリアットが来るタイミングで、先ほどマーカーがつかなかった4人に頭上マーカーがつきます。この時は、ボス基準で3回してください。ブローシード1回目はマップ基準、ラリアット後の2回目はボス基準になる点に注意してください。理由としては、1回目はボスの向きが定まっていないためマップ基準、2回目は近接が突進で殴るためボス基準が適しているからです。さらにボスが再度移動し、残っているもう一方の武器で反離攻撃をしてきます。この時も、武器の範囲と、8方向直線範囲の両方を見て、アンチで回避しましょう。今回はコンボのため、ボスから離れた上で直線範囲のアンチに立ちます。ブルートダイブ。マップ中央に塔が出現します。タンク1人が塔に入り、無敵で処理します。ストーンネッポンとニアファースマッシュ。コンボとニアパターンですね。円範囲を避けた後、タンクが近づき、他の人はボスから離れます。
スマッシュインパクト。8連続の全体攻撃です。アルティメットボンバリアンスペシャル。時間切れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。